皆さんこんにちは、フーディーボーイです。今回はこのチャンネルで大人気の高級寿司を紹介するシリーズとなります。なんと奇跡的に有名な日本橋柿柄町杉田さんに行くことができました。知らない人のためにどれぐらいすごいお店なのか簡単に説明しますと、こちらは食べログのランキングが寿司ジャンルだけではなく、全レストランジャンルで全国1位のすごいお店です。当然のように予約が超困難で、2年ぐらいチャレンジし続けてようやく取れました。新規の人は特に予約が取りづらくなっているのですが、予約が取りやすくなる裏技もあります。それは動画の一番最後にお伝えしますので、興味ある人はぜひ最後まで見ていってください。でもそこまでして予約を取って行く価値があるのか、行ったことがないとわからない人もいると思います。結論から言うと、僕は行ってみてその価値大いにありだと思いました。一生に一度は行ってみたいっていうだけではなく、頑張ってずっと通い続けたいなと思いました。なぜそう思ったのか、杉田さんの何がすごいのか、特徴を3点お伝えします。一つ目が究極の引き算。引き算というのはどういうことかというと、簡単に言えば素材の旨味を最大限に引き出す江戸前の仕込みがネタに施してあるということです。例えば塩安で締めたり、寝かせたり煮たりしています。これをすることによって魚の臭みの原因となる余計な水分を取り除きつつ、寝かせたりすることで魚のそれぞれの良さである旨味を引き出しています。もちろんネタによってそれぞれ変わりますが、この仕込みがすごいからか、出てきた全てのものに臭みが全くありませんでした。変な話、他の高級寿司屋さんでは食べた後にマスクをすると魚っぽい匂いがするなと思うこともあるのですが、こちらは不快な匂いが全くなくて、むしろいい香りがしました。2つ目が食べ応えのある握り。見ての通り一貫一貫が大きいです。そもそもシャリのサイズが大きい上に、それを包み込むようにネタも大きいです。以前こちらの動画で紹介した新橋鶴八さんを思い出させてくれるぐらいの大きさですね。もともと江戸時代の寿司はおにぎりぐらいのサイズ感でめちゃくちゃ大きかったっていう風に言われてますよね。そこまでいかずとも伝統的な江戸前らしさを感じられるのはいいですね。もちろん仕込みがしっかりしているので、口いっぱいに頬張ってもくどいと感じるようなネタや小骨が気になるというネタは一つもありません。3つ目がバランスの良すぎる調和。引き算や食べ応えは他のミシュラン星付きのお寿司屋さんでも感じられるかもしれませんが、この調和は杉田さんが最もすごい特徴だと思いました。わかりやすく簡単にどういうことか説明すると、例えば旨味、酸味、塩味、甘みといった味覚のどれかが際立っていて他の味覚が感じづらいということが全くなくて、バランスがいいです。これだけ素材ならではの旨味が引き出された上で、食べ応えと調和が良ければ似たような味わいが続いて飽きるとか食べ疲れするということは全くありません。いくらうんちくを語っても、具体的にどんなものが出てきてどれぐらい美味しいのか食レポをした方がより伝わると思います。なのでこれから杉田さんでその日食べた全メニューとともに紹介していきます。まずはもずく。こちらは絹もずくと言われるもので、細くてきめ細かいですね。磯臭い感じや過度なコリコリした食感も全くなくて、とろみと相まって心地いい口当たりと食感です。またしょっぱすぎず酸味も控えめで上品な味付けになっているので、なんなら一口でつるっと食べられちゃいますね。上に乗っている生姜も爽やかで、コースが始まる前の胃腸の準備運動としてはちょうどいいですね。まずはおつまみから出てきます。こちらは愛知のミル貝。塩締めされていて臭みやぬめりが一切なくて甘いです。また食感としては肉厚だけどサクサクで歯切れがいいですね。わさびは少し粘り気があってもっさりとした食感で、超爽やかな土っぽい香り高さがあります。そして全く辛くなくて、これだけでもつまみで食べれちゃうようなわさびです。次はマコガレイ。朝取れたばかりのものだそうです。朝取りといっても塩締めしてあり、過度な水分や新鮮すぎてコリコリしていることもありません。もちもちとした食感に透き通るような味わいです。ですが食べ進めて噛んでいるうちに旨味もしっかり出てきて食べ応えがあります。次は気仙沼の漬けガツオ。こちらは見ての通り肉厚でプリップリですね。赤身の爽やかな酸味の部分と皮目の綺麗にサシの入った油の旨味の組み合わせが最高ですね。また酸味といっても鉄分っぽさは全くなくてまろやかな味わいでした。赤身と脂身の両方の良さを一気に一口で食べられるというだけではなく、肉厚なのでそれを口いっぱいに頬張れるので、一切れの食べ応えが抜群です。これだけ食べ応えがあって主張の強い味わいだと、上に乗っているパンチのある薬味と相性がいいですね。次はホタテの磯辺焼き。こちらは醤油をつけて焼き上げるので香ばしさがいいですね。その上にパリパリの海苔の心地いい磯の香りも乗っかっています。
ホタテ自体は見ての通り超肉厚でサクサクホクホクの食感です。そして出来たてなので食べた瞬間に中から甘みの香りのする湯気がブワッと香ります。なのでホタテの貝の甘みを舌だけではなく口から鼻にかけて甘みを存分に感じられるようになっています。しかもホタテというと普通は焼いたら少し小さくなりますよね。なので焼いてこの大きさっていうのがまたすごいですよね。次は金目鯛の茶碗蒸し。こちらはポン酢ベースのタレがかかってあります。茶碗蒸しの中にはゴロゴロと脂の乗った金目鯛が入っています。出汁が強すぎなくて金目鯛の旨味を邪魔しないような味付けになっています。またプルプルツルツルの食感なのでスルスルと食べれちゃいます。次はあん肝。こちらは甘く炊いてあります。芳醇な甘さと旨味がナッツのような香りも醸し出していますね。食感としてはホクッと崩れて溶けていくような感じです。またこちらはお酒を飲んでいる人にはサービスで荒政の生醤酒火の鳥をペアリングとして出してくれます。生醤酒なので甘い日本酒ですが、甘いと言いつつも生醤酒とあん肝の甘さが同じぐらいのレベルなので、あん肝の旨味が際立つようないい組み合わせになっています。フォアグラに甘めのソースとデザートワインを合わせるような感覚と似ていますね。次はホタルイカの味噌漬け。こちらは見ての通り大きくてプリップリですね。なかなかこれだけ大きいホタルイカも見られないと思います。しかも当たり前のように目やくちばし、軟骨といった硬くて気になる部分が取り除いてあって食べやすいです。味わいとしてはホタルイカの味噌の部分の濃厚な旨味に味噌漬けの発酵の香りが乗っかるような感じです。これは酒がないとやってられないですね。次はタチウオの塩焼き。こちらは間違いなく人生一のタチウオでした。塩加減が程よくて火入れも完璧でしっとりジューシーでホクホクの食感です。下処理が良くて雑味がないからかすごく上品な味わいなんですけど、脂がたっぷり乗ってて旨味をしっかりと感じます。特にハラミの部分もあってそこはさらに脂も乗ってて旨味がたっぷりですね。いろんな部位が入っているのにところどころ火入れのムラがあってパサついてるっていうことが全くないのはすごいですね。しかも割と淡白になりがちなタチウオでこれだけ旨味を感じさせるのもすごいですね。ここで一旦つまみは終わりですが、この時点でいくつか追加することができます。僕はせっかくなのでいくつか追加したので紹介させてください。まずはゲソのカス漬け。こちらはレアめに焼き上げてあってカスの癖のある旨味が酒を誘いますね。次はウニの佃煮。当然のようにウニの臭みは全くありません。食感としてもこういった火入れして水分が飛んだウニにありがちなねちゃっとした歯につく感じが全くないです。代わりにふわっとしていてクリーミーさをギリギリ保ちつつ余計な水分は飛んでいてべちゃっと感がないです。そして余計な水分が飛んでいるからか洗練されたウニの旨味が最高です。次はタコの柔らか煮。こちらは芯だけプリッとしていて周りはホクホクといったような火入れになっています。そして煮汁の味付けは控えめでタコの旨味をしっかりと感じられます。またプルプルとした周りのゼラチンっぽい感じもいいですね。また上に乗っているマスタードっぽい薬味も普通の伝統的なタコの柔らか煮とは違って変化球になっていていいですね。次はホッキ貝。こちらは生姜醤油に漬けて焼いてあります。肉厚で出来たてホクホクとなっていて超甘いです。その甘みを感じている中にふわっと爽やかな生姜が香るような感じです。次はシャコ。こちらは蒸したシャコを濃いめの出汁に漬けているそうです。火入れしすぎてボソボソとした感じは全くなくて水分が抜けていないからジューシーでプリップリの味わいです。これからようやく握りが出てきます。ちなみにこのタイミングで出されるガリは全く酸っぱくはないんですけどシャキシャキで辛めになっています。なのでこれは爽やかにリフレッシュしつつ酒のつまみにもなりますね。1貫目は小肌。杉田さんの代名詞のようですね。2枚漬けになっています。持った瞬間に表面の皮がもちっとしているのがびっくりしましたね。食べてみると皮の表面のザラザラ感みたいなの全くなくて身はふわふわの食感でエアリーなシャリとよく混ざり合いますね。酸味は控えめで口をすぼめるような感じは全くありません。代わりに塩味が強めに感じて酒好きにはたまらない味ですね。これだけ大きく握られていて小肌も2枚つけられているので小肌の癖はないけれども小肌の旨味がしっかりと感じられるという食べ応え抜群の一貫でした。次はイサキ。脂がすごい乗ってますね。ですがくどくはありません。先ほどよりもシャリの赤酢のまろやかな酸味のある香りがより感じられましたね。油の旨味がすごいからか食べ終わって飲み込んで日本酒を飲んだ後にもまだ口の中で美味しさが残っているという余韻もあります。次は本アラ。
こちらは昆布締めにしてあります。芯の部分の歯ごたえは残りつつ、表面のねっとり感が感じられますね。本アラの旨味がそもそも強くて、そこにさらに昆布の旨味が少しだけ乗っかってくるというような味わいです。これも昆布が強すぎず締め加減の程よさがいい感じの調和を生み出しているのでしょうね。次はマスノスケ。見ただけじゃ伝わらないかもしれませんが、これがめちゃくちゃ肉厚で大きめにカットしてある上に脂がたっぷりと乗っています。なので濃厚な旨味になっているんですけれども、シャリとの一体感もあって過度にネタだけ際立っているわけではなく、いい感じに米と混ざり合っていく味わいを感じられます。これだけパンチの強いネタでシャリとのマリアージュをできるのはすごいですね。次はカスゴ。こちらは昆布締めにしてあります。普通カスゴっていうのは酢締めしてあるので、そうじゃなくて昆布で締めているのは珍しいですね。個人的にはこちらの昆布締めの方がいいなと思いました。カスゴも肉厚なんですけど、ふわふわの食感でねっとり感はあんまりありません。レモンと塩で味付けしてあって、最初は爽やかな口当たり、その後に華やかなカスゴの旨味と昆布の旨味がブワッときます。こちらは人生一美味しいカスゴだったかもしれません。次は赤身の漬け。本日は北海道の噴火湾のマグロです。この赤身の調和がすごくて、マグロの酸味、旨味、わさび、シャリの赤酢、漬け加減、これら全ての味わいや香りが複雑に交差しながら感じられました。全てのバランスが良すぎるのだと思いますが、そうでないとこれはできないでしょう。最高に完成度の高い一貫ですね。次は中トロ。こちらはまず鮮烈な脂の旨味を感じますね。食感としてはふわふわで溶けるようにほどけながら鮮烈な脂の旨味を感じます。強すぎるぐらいの旨味がこれだけ大きめの握りとネタに詰まっているので、ずっと最高な余韻が続きます。次はアジ。こちらはなんと半身分を一貫で握っています。こちらも普通のアジとは比べ物にならないぐらい旨味が強すぎるぐらいなのですが、シャリとのマリアージュもちゃんといいです。これもおそらく人生一の味でしたね。表面がツヤツヤでプリップリの食感なので、おそらくかなり新鮮なものですね。熟成とかをしない新鮮なものだけど旨味が半端ないのは、相当クオリティの高い素材を仕入れられているからでしょうね。もちろん青魚っぽい臭みは全くなくて、爽やかな味わいです。さらに間にネギ生姜のような薬味を入れているみたいで、爽やかかつパンチのあるアクセントが噛み進めるうちにさらにふわっと香ってきます。次は子持ちヤリイカ半生です。火の入りきったヤリイカの卵はボソボソになっちゃうので、シャリとのマリアージュを意識して火入れに超こだわっているみたいです。なのでギリギリ半生の火入れになるような絶妙な温度帯を狙っているそうです。実際に食べてみると、イカとシャリの隙間から半生でとろみがあるクリーミーな卵がドローッと溢れ出します。そしてイカの身も柔らかいので、一瞬にしてシャリと混ぜ合わさっていきます。また甘すぎない爪と爽やかなすだちの組み合わせもいいですね。次は車エビ。こちらも半生です。生のエビのトロトロさと火入れしたプリプリさが混在しています。また身の甘さに加えてエビ味噌が間に入っていることで、エビの芳醇な旨味もあります。ボイルした車エビのピュアな甘さだけで勝負するスタイルの握りもいいですが、こちらのように他では食べれないような絶妙な一工夫がしてあるのは杉田さんならではですね。次は北海道のエゾバフンウニ。当然のように全く臭みがなくて、磯っぽい香りすらなく濃厚な甘みしかないですね。そしてチーズかなっていうぐらいに甘みと旨みが濃厚にまとわりつくような感じでした。これだけクオリティの高いウニはなかなか食べられないと思います。ここからいくつか追加することができます。すでに満足感はすごかったんですけれども、次いついけるかわからないっていうのもあるので、少し調子に乗って多めに頼んじゃいました。まずはアオリイカ。肉厚で濃厚な甘みです。また見ての通り隠し包丁の数がすごくて、溶けてなくなってしまうかのような味わいです。イカといえばコリコリサクサクと食べれるような食感のイメージの人も多いと思います。それと比べたら常識外れの食感ですね。また塩とすだちで味付けしてあるので、口当たりは爽やかに、その後濃厚な甘みがきてスッと溶けてなくなるといったような段階的な味わいの変化を楽しめます。次はカツオのハラス。要はハラミの大トロ部分ですね。表面が茶色っぽいのは火入れをしているわけではなく、油の膜となっています。こちらも見ての通り隠し包丁がすごいですね。今回はおそらく食感というよりも、これぐらい包丁を入れないと油が水を弾くように醤油がうまく乗っからないからだと思います。切れ目の隙間からすでに油が溶け出していて、口に入れた瞬間油でトロットロの舌触りで、噛むとサラッサラの油がまろやかな酸味とともに口の中を駆け抜けていきます。
これはもはやカツオのレベルを超えてますね。次は大トロ。こちらも脂が表面に溶け出していて、さらにトロットロの舌触りでした。そしてさらに濃厚な旨味の脂が大量に口の中で溢れました。超濃厚な旨味ジュースとなった大量の脂がすぐに大ぶりなシャリと混ざり合わさっていって最高の味わいです。次は唐津の赤ウニ。先ほどのバフンウニとの違いが楽しめて、甘さはさっきより少し控えめになっていて、代わりに旨味がぐんと上がったような感じですね。たまに高級なお寿司屋さんでもあるんですけど、ウニの中に殻が混ざっていてジャリッとしたような食感があったりします。ですがこちらはもちろん殻が混ざったかのようなジャリッと感は全くなくて、滑らかかつクリーミーで、臭みも今までで一番ないぐらいクリアな味わいです。ウニが苦手っていう人も一番最初にこのウニを食べていたらきっと苦手にはなっていないでしょうね。ここから通常メニューに戻ります。次はアサリのお椀。ほんのり貝の甘みが湯気とともに漂っていて、優しい旨味の出汁です。塩味も控えめなのでお腹いっぱいの状態でもごくごくと飲めちゃいます。次はアナゴ。こちらは塩か爪か選べます。見ての通り触った瞬間にふわっふわなのがわかります。食べてみると脂の乗った身がホロホロと崩れていきます。アナゴは脂が大量に乗っているので締めとしては若干くどくなりがちですが、すだちの皮、シャリの酸味、塩味が脂を爽やかに調和してくれます。次に行く機会があったら爪も食べてみたいですね。ちなみにお金とお腹に余裕がある人は塩と爪両方頼むこともできるそうです。最後に玉。これすらも大きいですね。カステラ一切れぐらいあるんじゃないでしょうか。大きいのですが甘さが控えめで味わいが上品なので決してくどくはありません。また食感としてはふわふわでしっとりとしたスポンジケーキのような感じなので食べやすくていいですね。以上が杉田さんで出てきた全メニューでした。追加なしだともずくとつまみが8品、握りが12貫と玉とお椀の合計23品出てきて33,000円となります。今回はそれにつまみを3品、握りを4貫追加してお酒を3合ぐらい飲んで約55,000円でした。これだけ聞くと夢のような価格帯で1回のお食事代としては高いという風に感じるかもしれませんが、よく考えてみると日本一のお寿司屋さんという評価を受けているということは、すなわち世界一のお寿司屋さんと言っても過言ではないでしょう。そんなお店に行って人生一と感じるかもしれないネタがいくつも出てくるのであれば納得のお値段ではないでしょうか。むしろ海外を見渡すとこれだけ高い評価を受けていて希少性のあるお店としては割安なのではないでしょうか。海外旅行客が押し寄せて予約がもっと取りづらくなる前に何とかして行っておきたいという人はぜひ今のうちに予約をトライされてみてはいかがでしょうか。ちなみに予約が取りやすく裏技として個室の席なら1週間前から電話で予約を受け付けているそうで、こちらの方が予約が取りやすいみたいです。他に新規の方でも行ける方法としてお任せのキャンセル待ちでひたすら頑張るという方法もあります。実際に僕はそのキャンセル待ちで個室の席を取っていきました。基本的に新規の人はカウンターの席で食べることができず個室の席になるんですが、誰かに連れてってもらうかキャンセル待ちだったらカウンターでも食べれるチャンスはあるみたいです。ですがこちらの競争率は高めです。やはりカウンター越しに杉田さんの握ってる様子を見ながらとか杉田さんと会話をしながら楽しみたいっていうところで人気は高いのでしょうね。カウンター寿司の醍醐味でもあると思うので納得です。ですが個室といってもカウンター式の個室になっていて、さらに握りは杉田さんが必ず握ってくれたものをお弟子さんが持ってきてくれる形になっています。また最初の1貫目の小肌は杉田さんが握りに来てくれます。しかも僕としては十分なぐらい杉田さんともちょくちょく楽しくお話ができましたし、杉田さん以外の方も素晴らしい接客ですごく楽しめる最高の雰囲気でした。なので一人で行くというわけではなく仲のいい人と行くっていう人であれば個室でも十分楽しめると思います。それで味が変わることはありませんからね。美味しそうだな、行ってみたいなと思ったら高評価をお願いします。今後もこのような動画を見たいとかこのチャンネルの活動を応援したいと思ってくれた方はチャンネル登録もよろしくお願いします。すでにチャンネル登録をしてくれている方は拡散して応援のほどよろしくお願いします。それではまた。